ASMR マニマニチャンネルです。今日は久しぶりだろうか長めのささやき雑談をやっていきたいと思います。最近ちょっとね、動画の撮る頻度が下がっていた関係で、食べたりとか物を紹介したりとかなんやかんややる動画が多かったので、ちょっと久しぶりにじっくり雑談したいなと思って動画を撮ることにしました。ちょっとね、動画を撮る場所も普段と変えてみました。最近ちょっとASMR の新規開拓をねしたくて、ちょっと今まで聞いてた人じゃなくて新しい人聞いてみようかなと思って探したところ、自分と同じようなね、こういう顔出しなし、顔からしたスタイルでねやられてる方を見つけて、その方が結構もっと真っ白な壁のね背景でやってらして、生活感がなくてかっこいいなと思ったので、自分もちょっとこの壁背景で撮ってみたいなと思ったので、ちょっと早速真似させてもらいました。どうしてもね、いろんなものを触る系とか食べる系だと机が必要になるので、今まで通りのねこたつ価格になる気はするんですけど、こういうただ喋るだけの動画だったら、マイク手持ちだったらここでやってみようかなと思っていますけど、どうでしょうか自分の動画とかね、サムネとか見て情報量が多いなって、ごちゃごちゃしててあんまかっこよくないなって思ったので、変えていけたらいいなとね思ったりしてます。はい、ということでね、何の話からしようかな。一個話そうと思ってたのは、今ちょっとハマってることがあって、それが美容と健康なんですけれども、すごくね年齢を感じさせるテーマなんですけれども、あんまり今まで気にしてこなかったんだけど、やっぱり意識してみるといいのかなと思ったりして、最近良さそうな習慣とかを取り入れて頑張っていたりします。1個目は朝起きて最初に白湯を飲むっていうで、軽くストレッチするっていうのは結構良くて続いてますね。いやちょっと前にすごい流行ったじゃないですか、白湯飲むのいいって。でも私味がついてない飲み物嫌いで、水とかお湯とか飲めないんですよ。だから無理って思ってたんですけど、白湯って別に味付けてもいいらしくて、蜂蜜味をつけて大体飲んでます。蜂蜜だけだったり、蜂蜜生姜にしたり、蜂蜜レモンにしたりとかして飲んでます。っていうのも別に白湯を飲み始めようと思ってやったわけじゃなくて、風邪をひいてた時に喉が痛くて蜂蜜を入れた紅茶とかをいっぱい飲んでたんですけど、あまりにもいつも飲みすぎてカフェインの取りすぎが気になっちゃって、で試しにお湯にね蜂蜜を溶いてみたら意外と美味しかったんですよ。ということで、それ朝に飲むといいっていうからやってみようかなと思って、なんとなくそれは続けてますねもともと朝起きた時に麦茶をいっぱい飲むっていうのはずっとやってたので、その代わりに白湯にしてるっていう感じですね。白湯って多分湯冷ましというか、一回沸騰させたお湯を冷ますのが多分いいのかなとは思うんですけど、自分はめんどくさいので水道水をマグカップに入れて、それをレンジで1分ぐらいチンしてぬるめて飲んでます。はい、なので味付きが
しが苦手な方はね、ぜひ蜂蜜とか味付けてね飲んでみてください。やっぱなんかお茶とかよりもなんて言うんだろう、お腹が温まりやすいような気がします。なんか直でほわーってなんかお腹あったかくなるみたいな、結構気持ちいいのでそれは続いてますね。なんか別に急にめっちゃ肌きれいになったとかそんなに劇的な効果はないんですけど、なんか体にいいことな気がするし、お金かからないしということでね続けてます。でストレッチはですね、なんか最初はやり方とか調べてたんですけど、なんか覚えられないんですけど、なんとなく覚えてるやつだけやったりとか、あとはなんか学校でやる準備体操みたいなとかラジオ体操とかでこんなんあったなっていうのを適当に組み合わせてちょこちょこっとやってます。やっぱ肩こりがひどいので、肩回したりとかこう伸ばしたりとかするとねすごく気持ちいいです。ちょっとそれで肩こりとかがちょっとでも良くなってくれればなと思うんですけど、その朝やることがね、左右とストレッチっていうのがなんか決まってると朝動き出しやすいし、そのだらだらスマホ見てるだけじゃなくてちょっとやることやったぞみたいな気持ちにもなるので、ちょっと時間がある人だけですけど、例えば土日だけね、土日というかお休みの日だけやってみるとかでもすごく気持ちいいと思うので、よかったらやってみてください自分もそんなに健康に気を使ってる方じゃないし、意識高くもないんですけど、なんか意識高くない、意識がもともとめっちゃ低いからこそちょっとだけやれることをやってみようかなと思って今やってる感じですね。逆にやめちゃったのは半身浴ですね。左右飲んだのと同じぐらいに半身浴って気持ちいいのかなと思って試しにやってみたんですよ。なんですけど、なんか結構ぬるめがいいって聞いたからぬるめでやったらなんか寒くてすっごい寒くて耐えられなくなって、一度温度を上げたら今度は暑すぎたみたいでのぼせちゃって、でのぼせてるのに上半身は寒いみたいな謎の状態になって全然気持ちよくなかったので、なんかやめちゃいましたなんか本当は肩にタオルをかけたりするといいとか聞いたんですけど、だったらね肩までお湯に浸かった方が気持ちいいじゃんとか思ったりして、なんか半身浴はあんまりわからなかったのでちょっと続かずにやめてしまいました。お湯ためるのもめんどくさいしね、ガス代もかかるしということでちょっとあんまりうまくいきませんでしたでも自分は汗をかくのが苦手というか汗腺が死に気味なので、汗をかくね趣味サウナみたいなものがあるといいかなと思ってやってみたんですけど、なんか難しかったですはい。あとはなんだろう、朝のストレッチはお風呂上がりも余裕があればやってますね、適当に。はい。むくみがすごくてふくらはぎとかすぐ痛くなっちゃったりするので、むくみ取れればいいなと思ってやったりとかしてます。あとは何かな、そう、美容液っていうのを使い始めました。なんか使ったことなくて、化粧水と乳液しか使ってなくて、洗顔とかお風呂の後とかに美容液ってなんか使った方がいいのかなって思って試しになんか安いのを買ってみたんですよ。これ肌ラボ白純っていうね、1000円ぐらいのドラッグストアに売ってるジェルなんですけど、こんな感じでねぷにゃぷにゃしたジェルがねいっぱい入ってるんですけど、なんか美容液
美容液ジェルとか、あとはオールインワンで全部入ってますよとか、なんか美白なんちゃらとかあんま分かんないのが多くて、ジェルのやつを買ってみました。これは結構いいです。なんか、自分が今まで美容液使ってなかったからっていうのはあると思うんですけど、肌がねなんかプニャンプニャンになりますね。すごいなんか今まではプニプニぐらいだったんですけど、保湿した後ってこれするとなんかね、もっちゃもっちゃみたいな、なんか指に吸い付くみたいな、すっごいもちゃもちゃになります。なので結構良かったかも何もしないよりはだいぶいいんじゃないかなと思ったりしてます。結構乾燥肌だったりもするので、保湿は頑張っていこうかなって思ったりします。今はお風呂上がりに全身に使うようにボディミルクがちょっと欲しいんですけど、あんま買ったことないのでどこで買っていいか分かんなくてちょっと悩み中です。そんな感じかな。あとは筋トレですね。筋トレを頑張ってます。前からなんか軽い筋トレはゆるく続けてて、スクワットと腹筋30回ずつとかをやったんですけど、それをちょっともうちょっと頑張ろうと思って、ごめんなさい。なんかそうその前にチャット GPT にハマったんですよ。今更チャット GPT をなんか使ってみたくて、でチャット GPT に筋トレメニューを組ませてみたんですよ。試しにしたらなんか56種類ぐらいの運動を提案してきて、で何回何セットとかも決めてくれるんですけど、それでやってみたら結構きつくて、もう息上がって熱くなるぐらい、汗かくぐらい運動して、なんかそこから筋トレにハマっちゃって、これぐらい追い込んだ方が筋トレって楽しいんだって思って、今までのスクワットと腹筋だけとかだと全然汗もかかないし、筋肉痛にもならないし、全然軽い運動って感じだったんですけど、チャット GPT 君の筋トレメニューが結構良くてなんかしっかり運動したなって気になるし、翌日筋肉痛になるし、結構ねいいですよね。しかもなんか自分に合ってたのが、毎回結構違うこと言うんですよ筋トレメニューって多分同じものを繰り返すものだと思うんですけど、チャット GPT 君はあんまり記憶力がないというか、同じことを毎日言うみたいなできないので、筋トレメニュー組んでって言うといつもちょっとずつ違うメニュー出してくるんですよ。そこがちょっと飽き性な自分には合ってて、で知らない運動とか出してくるんですよ。なんかヒップリフトとかマウンテンなんちゃらとか言ってくるから、それは何って聞くとやり方も教えてくれるし、結構面白くて、でしかも自分に合ってたのが、チャット GPT って全部文字で喋ってくるんですよ。その図解とか動画とか出してこないんです。それが多分分かりにくいって人もいると思うんですけど、自分はなんか文字情報がすごく得意なので、文字で全部言ってくれるとすごい読みやすくて分かりやすくて助かってて、結構気に入ってますね。なんか多分筋トレって動画 YouTube とかで再生回数の多い痩せる筋トレとかそういうのを見る人も結構いると思うんですけど、自分はなんかもう動画を再生するっていうのがすっごいめんどくさくて、なんかASMR みたいな聞き流すのが目的ならいいんですけど、その情報を手に入れるために動画見るっていう、その作り方の解説とかストレッチのやり方とか、そういうのを動画で見るのがすごく苦手でなんかめんどくさく感じちゃうんですよ。文字で出してくれたらバーって読めるのに、なんで15分も動画見ないといけないんだみたいな、飛ばし飛ばし見るのもめんどくさく
苦手なんです。だからチャット GPT 逆に良くて、すごい自分には合ってました。なので文字情報好きな人にはね、ぜひおすすめしたいです。その動画とか音声とかで言われるよりも文字で全部出してくれた方が分かりやすいっていうタイプの人にはぜひチャット GPT くんおすすめしたいですねすごくいいと思います。逆にね、動画が分かりやすい人はね、この動画でやるとかね決めて毎日それ見てやるとかでもいいと思うし、自分に合ったやり方がないと思います。筋トレは今はなんかどこの部分とかはなくて、全身バランスよくやってるみたいな感じですね。スクワット、腹筋、腕立て、プランク、あと何種類か日によってみたいな感じでやってます。まだそんな成果が出るほどはやってないんですけど、自分の目的としてはその体重を落とすよりかはスタイルアップというか、なんか必要なところにもう少し筋肉がついて必要ない脂肪を落としていけたらいいなって思ってます。自分はまあ日本人の方に多いかなと思うんですが、上半身が薄くて下半身が肉がつきやすいっていう体質で、腕とか肩とかヨロヨロなんですけど、太ももとか腰回りとかね、すごくねポチャポチャしてるんですよね。無駄な肉が多いと、なのでその上半身を強化しつつ下半身は削っていけたらなっていう風に思ってやってますね。はい、いつまで続くかよくわかんないんですけど、とりあえず今は面白いし、その役に立つし、あとお金がかからないっていう時間も潰れるっていうのが自分に合ってるのでやってる感じですね。ジムとかは行けたらいいかもしれないんだけど、昔ジム行ってたことあるんですよ。昔って数年前かなにちょっとだけジム行ってたんですけど、ジムの筋トレの機械のなんていうの、あるじゃないですか、こういうガシャーンってやつとか、なんか持ち上げたりとかあるじゃないですか。あれの機械の重りの重さに自分の体が全く足りてなくて、その最低の重さでもすっごい重くて10回もできなかったりとかするんですよなんかそれこそ上半身とか筋肉がないので全然できなくて、ちょっとなんかやれないのが多すぎてなんかやめちゃいましたなのでちょっとまだ自分のレベルはそのジムで筋トレするっていうレベルに達してないと思うので、家でねしっかり筋トレして筋肉つけて、それでもっとやりたくなったらジム行くとかでいいかなって思いますね。今はジム、その筋トレでジム行くっていうよりはスポーツがなんかやれたらいいなとは思ってますね。自分は本当に運動部に入ったことがなくてスポーツ何もできないんですけど、なんか体を動かすのってシンプルに気持ちいいかなと思うし、それをなんか誰か他の人と一緒にやれたりしたら面白いかなって思ったりもするので、何かしらスポーツの趣味があったらいいなと思うんですけど、いかんせん経験がないので、例えば学生時代バスケやってたからバスケやってみようかなとかそういうのがないんですよ何もかもど素人なので、得意だったスポーツとかも別にないしってなって、ちょっとなんか困っててなんかね、一個でもね週に1回とかなんか外に出て体を動かす趣味があるといいのになと思ったりはします。でも本当にスポーツが全然センスがない筋力もないし体力もないしセンスもないのでちょっとね難しいんですけど何かやれるものあったらいいな。やりたいスポーツ探し中ですね今もそんな感じかな。あと何話そう。
しようって言って、なんか駅地下で桜咲いてるとこを探して集まってって、まあ数人なんですけど、で、まあ、コスプレじゃないんですけど、まあそう桜で撮影したっていうのをやりました。すごい楽しかった初めてだったからすごい嬉しかったけど、その普通コスプレってコスプレイベントとか、あとスタジオとか以外で普通に外でやっちゃいけないんですよ。まあなので桜で撮影しようって言われた時びっくりして、あ、そうなんだって思って、自分がコスプレ、その版権とかのねコスプレしかしてなかった時は絶対できなかったことなので、すごい面白いなって思いました。でも雨だったのでめちゃめちゃ寒くてなんか気温6度ぐらいしかなくて、天気予報見たらすっごい寒くて、で撮影用にビニール傘をわざわざ買ってコンビニで持ってって撮影をねしてもらいました。めちゃめちゃ良かったですね。でも帰ってからビニール傘干そうと思って広げたら、傘から桜の花びらがひらひら落ちてきて、なんかめっちゃ風流だなと思って面白かったです。そうだね。でもすごい寒かったからなんか4人で集まって1人荷物番して、1人被写体になって、1人カメラマンで、1人カメラマンの傘を持つっていう、そのカメラ濡れないようにねっていうのをやったんですけど、撮られてる時とか傘持ってる時とかは結構夢中だからいいんですけど、荷物番がマジで寒くて凍えながら待ってましたカイロとか持ってくればよかったと思って。超寒かった。なんか桜が咲く瞬間に寒くなりましたよね。花冷えっていうんですかね。結構あったかかったのに急に寒くなってね、もっとお花見日和みたいな日が続けばよかったですけどね。でもその最近仲良くしてもらってるカメラマンの子がすごく勉強熱心な子で、なんかこういう風にしてくれたらもっと助かるとか言うと、すごいちゃんと聞いてくれるし、なんかこういう時ってどうしたらいいですかとか、どういう風にされたら助かりますかとかすごい聞いてくれるので、なんかそこでみんなで結構真面目な話したりもして面白いですね。自分は結構真面目な話が好きなので真面目な話というか、その建設的なことたわいない雑談も好きなんですけど、もっと上手くなるにはどうしたらいいかとか、そういう話大好きなので、そういう話がねいつもちゃんとできる相手っていうのはすごいありがたいなって思いますね。こんな感じかな。でその次の日はお花見に行きました。普通になんかおやつ持って、なんかシャトレーゼのねお菓子買っていきました。お団子とかどら焼きとか買ってお花見しに行ったんですけど、なんかやっぱ桜って場所とか日当たりによって咲き具合が違うので、結構近所の桜は咲いてたんですけど、そのお花見に行った場所の桜がまだあんまり咲いてなくてなんかちょっともうちょっとかなっていう感じの桜だったんですけど、でも、まあ、お菓子が美味しかったので私は満足でした。はい。シャトレーゼのね、なんかちっちゃいカップに入ってる磯辺餅みたいのがあるんですけど、あれめちゃめちゃ美味しいですね。大好きです。海苔がついてるなんかちっちゃいお餅なんですけど、めっちゃ美味しいです。はい。何かな、今日ちょっと全然喋る内容メモとか作らないで来ちゃった。なんとかなるやろって、いっぱい喋りたいことあるしって思って。
ですかって言われた時にうんうんってうなずいて見せたらわーって言われてすごい嬉しかったです。なんかすごい本当ミッキーとかになった気分ですねめちゃめちゃ面白かった。本当になんか手振ってるだけで振り返してくれる人もいっぱいいるし、結構かぶり物はその半券のアニメ系のコスプレとはまた違う楽しみがあって楽しいですね。ただやっぱりかぶり物はすごく視界も悪いし息も苦しいのであんまり長い時間はできないですね。その時も2時間3時間ぐらいで帰りました。普通コスイベって結構朝から晩までというか6時間ぐらいはいたりはするんですけど、ちょっとかぶり物はね無理でしたでもねすごくね楽しかったですね。なんかかぶり物今は既製品というか購入したものをねかぶってるんですけど、自分でも作ってみたいなっていう気持ちも出てきてて、やっぱ自作する人もね周りにいっぱいいるんですよね、そういう界隈にいると。なので自分もやってみたいんですけど、私は本当工作とかがすごく苦手っていうかやったことないので、手芸はねまだ縫い物ならできるんですけど、本当にその切って貼ってみたいな、組み立ててみたいな、立体的、数学苦手なんで立体展開図とかも考えられないし、立体をね組み立てるっていうのがねすごく難しそうで、大変だなとはね思ってるんですけど、異形刀っていうジャンルを知ってますかね皆さん。あんま知らないですかね。分かりやすく言うと映画泥棒なんですけど、人の体に人じゃない無機物とかの頭が乗っかってるっていうね異形刀っていうジャンルがあるんですけど、私あれが昔から大好きで本当にすっごい好きなんですけど、それのコスプレの方っていうのもいらっしゃるんですよね世の中に。結構デザフェスとかにね出てらっしゃったりするみたいなんですけど、私はちょっとまだ生で見たことはないんですけど、まあ有名な方でいろんな、なんだろう、時計だったりお花、バラのお花だったりメリーゴーランドだったりいろんなものをね作ってかぶってらっしゃる方がいらっしゃるんですよね。すごくかっこいいなと思って自分も作ってみたいんですけど、なんかやっぱすごく上手だからかっこいいだけですっごい素人臭い子供の工作みたいなやつがあったら嫌だと思うんですよね絶対かっこよくないと思うんですよ。なのでそうなんですよね。だからちょっとうまく作りたいからもし作るなら 2,3 回ぐらい同じもの作らないといけないかもですね。やっぱものづくりされる方って試作品って言って何回も同じものをね作って納得いったものを採用したりとか、本当に時間かかるのに何回も同じものを作って改良したりとかされてる方が多いので、自分もやっぱ最初は試作品から始めないといけないんだろうなって。試作品を作ってみて、それでバランスとか作り方とか重さとか視界の良さとかいろいろバランス見て、でもう一回作ってみたいな過程が必要なんだろうなと思いながら、でもちょっとお金がね自分はその工作系は全くやってきてなかったので、結構アニメとかのコスプレでも小道具だったりとかなんか武器とかね剣とかそういうのを自分で作るっていう方はね全然いらっしゃるんですけど、私はあんまり
他の同じようなことやってる人と被ってないかっていうのがすごく大事だと思うので、やっぱパクリだと思われてもよくないし、そのキャラかぶりというかね、紛らわしかったりとかもね、その元からやってる人がねいらっしゃったら申し訳ないしっていうね。このマニマニチャンネル始める時もね思ったんですけど、マニマニっていう名前は ASMR でマニマニって名前でやってる人がいないことを確認してからつけた名前なんですよ。だから名前つけるのすごく難航したんですけど、YouTube にいるのはしょうがないから、さすがに YouTube に一人もいない名前ってつけられないから、せめて ASMR なんとかで検索した時に自分の動画が出てくるようにっていう、その他の人と紛らわしくないようにっていうのはすごく重視して考えた名前なので、その新しくキャラクターを作るってなったら、やっぱり他の人と被らない、真似しないようには気をつけないといけないのかな思ったりはしてますね。なんだろう、すごくこのコスプレ、普通のアニメのコスプレとこういう被り物とかオリジナルのコスプレっていうのは何が違うかっていうと、いろいろ違うんですけど、服とかをね自分で決めれるっていうのがね結構大きくて、なんかやっぱりアニメのコスプレだと、アニメとかのコスプレだと原作にない衣装とかは基本着ないし、髪型変えたりとかもしないし、その原作をどうやって再現するかっていうところを頑張るんですけど、逆に被り物だとその原作っていうものがないから、なんかどんな服を着ようとか、なんかいろいろ被り物にもねヘアアクセとかつけれたりするんですけど、どんなのが似合うかなとか考えたりとか、いろんな楽しみがあって、本当にオリジナルキャラクターを作っていくっていう感覚ですかね。はい、すごく面白くて、私は今までその被り物のコスプレをするときは、なんかこういうコンセプトでみたいな、この子はこういうキャラだからみたいなのにすごくとらわれて、服をね全部買ったりとかしてたんですけど、なんかそれをねいつも通ってる、その被り物とか好きな人が集まるところがあるんですけど、お店があるんですけど、そこで話してたら、そこの店長さんも被り物をして仕事してらっしゃるんですけど、なんか私はそういうの全然考えたことないなって、自分が好きな服を面って言うんですけど、被り物のこと、面の時も着てるって言って、その方は私みたいに既製品じゃなくてオーダーメイド、こういう髪の色で髪型で目の色でみたいな感じでオーダーメイドした面をかぶってらっしゃるので、またそこは事情が違うのかなと思ったんですけど、でも確かにこう自分が中に入る以上、自分とキャラクターをそこまで切り離さなくてもいいのかなっていうのが最近考え始めたことで、もうちょっと自分とキャラクター性の溶け合ったなんかマーブル上の存在にしていってもいいのかなと思って、ちょっと最近の撮影では自分のもともと持ってた私服を着てみたりとかしたんですけど、意外と似合うんですよねなんか撮影してくれた人にも、なんか新しい可愛さだねって、こういう服着るんだみたいな言ってもらったりもして、なんか結構いいのかなって思ってて、なんか自分はこの子はこういう子だからとか、こういう顔だからとかすごい決めつけてたけど、別にその子だってなんか365日同じ服着ているわけじゃないし、たまに例えばいつもスカートだけどジーパンの日もあるかもしれないし、なんかいろんな気分の時があるから、例えば雑誌の撮影とかで自分の持ってる服じゃない服を着ることもあるかもしれないしとか、そういう風に想像していったら、なんかその子だったらどう着こなすかなっていう想像をすれば、どんな服でも着ていいんじゃないかなって思ったんですよね。
縛られすぎる必要はないのかなとか思って、もうちょっと柔軟にね、なんか自分はなんだろう、創作には憧れてるんですけど、キャラクターを一から作り上げてみたいな能力がないんですよ小説も二次創作しか書けないし、イラストはオリキャラみたいな、その名前のない適当なキャラとか描いたりしますけど、それがキャラクターとして育っていくことはないっていうか、名前もつけないし、何回も同じキャラ描いたりもしないしっていう、なんかそういうキャラクターを作り出す、そして愛するっていう能力が自分に全くなくて、なので今回はそのオリジナルキャラのね、かぶり物さんのキャラをするってことで、コスプレするってことで、初めてこのキャラクターを作っていく過程みたいなものをね、体験させてもらってて、すごくなんか面白いなって、勉強になるなって、こういう風にキャラクターってできていくのかなって思ったりして、結構面白いですなのでやっぱその版権のコスプレとはまた違う楽しみ方がいろいろできるので、すごい面白いですね。自分はその被り物以外でも創作のコスプレっていうのを一回だけやったことあるんですけど、それはまたやってみたいなと思ってて、やっぱり被り物も面白いんですけど、ウィッグ自分で好きな色の買って好きな形に切って、カラコンも好きな色を選んで好きな風にメイクしてっていうのもやっぱ楽しいので、創作コスプレもね、またちょっと機会があればやりたいんですけど、あんまり創作コスプレめちゃめちゃやってるっていう人がそんなに周りにいなくて、家で一人でやるのもちょっとつまらないし、どうしようかなって思ってますね。やっぱりイベントに行ったりとか撮影してもらったりとかできないとちょっとつまらないところではあるので、どうしようかなっていう感じですね。創作は一回やった時は、自分は本当に自分の趣味で金髪に緑エメラルドグリーンの瞳の、少年風ショタ風キャラっていうのをね作ってやったんですけど、結構ね色がね自分に合ってたみたいで、自分多分ブルベよりなんですけど、金髪と緑の目がすごく合ってて、そのショタ風のねキャラも非常に自分的には良かったかなと思ってて、すごいその時の写真好きなんですよね。コスプレやっててあんまり自分の過去の写真見返してこれいいなとか思うこと正直あんまないんですけど、その時の創作のキャラに関してはめちゃくちゃ良かったなって、ウィッグとかもまだあるんで、もうまたやってもいいなって思うぐらいすごい好きだったので、なんかあの子はちょっとまた活かしていきたいなと思ったりしますね。やっぱ最初の話に戻るんですけど、その少年をやるにしてはちょっと足がムチムチすぎるので、ちょっとね足の脂肪をねガシガシ削って落としていきたいなと思っております。脂肪を燃焼させるにはエアロバイクということで、有酸素運動ということでね、エアロバイクをねガンガンこいでるんですけど、でも足を遅くするのって正直限界あるらしいんで、多分私が憧れてるような、なんか街でたまにめっちゃ足遅い人とかいるじゃないですか、歯みたいな、多分あれにはならないんですよね私。そもそも足首が結構太いし、そのふくらはぎにお肉がつきやすいので、ちょっとね足めっちゃ細くなるのは多分無理なんですけど、多少ねこのぷよぷよしてるのを引き締めてね、ギュッと筋肉で固めることはできるのではないかと思っているので頑張りたいです。いやー、なんか正直ねこういうこと言うのよくないんだけど、やっぱ人のコスプレ写真見てるといろいろ自分がやってるせいで気になっちゃうことも多くて、なんかねオリジナルで少年系のコスプレをねやってらっしゃる方がいて、わあ素敵だなって思ってちょっと見に行ったんですよ。そしたらすごくね足がたくましくて、やっぱ少年
強いなってなっちゃって、なんか集中できなくてなので自分も足出したかったら足細くしようと思って頑張ろうかなと思ってます。なんかコスプレしてるとね、なんか自分の嫌な部分をすごい直視するのでね、辛いですね。なんか流れてきた写真とか見てすごいリツイート多いのに、なんかこの人メイクここあんま良くないなとか、なんかウィッグ雑だなとかね、すごい気になっちゃうんですよね。わざわざ言ったりはしないんですけど、自分も別にうまくはないんですけど、自分もやってるせいでなんか気になっちゃうことが多くて、いやー、なんかもっとこうしたらいいのになって思うけど、そのアドバイスするような文在でもないしみたいな感じでね、モヤモヤが溜まっていくので、自分はあんまり人のコスプレ写真を見るのは得意じゃないです。仲いい人とかでもあんまりなんか、いやここもちょっと頑張れるよって、でもそのめちゃめちゃ仲良くないとそのアドバイスみたいのって求められてもないのにしづらいじゃないですか。だからなんか言えなくて、いや絶対こうしたらもっと良くなるのにってすごい思っちゃうから苦手ですね。はい、別にメイクとかのレベルじゃなくて、写真の加工とかのレベルでもある。いやここは隠した方がいいよとか、もうちょっと明るくした方が写真映えするんじゃないとか、いやもっとこうしたらいいのにってすごい思うけど、別に自分にアドバイスされたいわけじゃないと思うから溜まっちゃうんだけど、モヤモヤするね。なんかどうしよう、つらつら喋ってたせいでつまらない話ばっかりしちゃってる気がする。どうなんでしょう。なんかもっと楽しい話があればよかったのになんだ黙るなよっていう。長尺の動画ありがたいって言ってもらえる人がすごく多いので、長くね喋っていきたいんですけどあ、でも昨日ツイッターでなんか動画投稿したよって言ったら、長いよって言ったら明日通勤中に来ますって言ってくれた人がいて、すごい嬉しくて、なんかそのこういう時に聞いてるとか、寝る前いつも聞いてくれてるとか、そういうの言ってもらえるとめっちゃ嬉しいってツイートしたら、なんかいろんな人がこういう時に聞いてますっていうのをリプしてくれて、それ自分は全然そういうつもりじゃなかったからすごいびっくりして嬉しかったですね。なんかコメントこじきしちゃったと思って焦りましたけど、結構電車の中でね聞いてくれてる人がね多いみたい。ノイズキャンセリングのイヤホンとかなのかな。私のイヤホンのイヤホンないから ASMR とか全然聞こえないんですけど、電車だと。でも電車って暇だからね、絶対いいよね ASMR とか聞くのあと寝る前聞いてるけど耳が痛くなっちゃうみたいな人いたから、全然スピーカーで聞くといいですよっていうのをねおすすめしたいですね。本当に自分は結構スマホにイヤホンささないでスピーカーで聞いたりとか全然しますね。なので耳痛くなっちゃう人は、もし家族とかいたらダメか、もし一人だったらねぜひスピーカー試してみてください耳が痛くならないイヤホンとかあればいいんだけどね、まあ探せばあるんだろうけど、そんな感じかな。じゃあなんかこう止めどなくなりそうなのでこの辺で終わりましょうかね。あ、そうだ、ツイッターでねアンケート突然取ったんですけどね、協力してくれた方ありがとうございました。最近やれてないシリーズものでやってほしいのありますかみたいな、どれからやりましょうかみたいなので、ゲーム実況、朗読、日本語勉強、耳かきっていうのをね4択にしたんですけど、ゲーム実況がダントツ人気でしたね。途中になっちゃってたゲームもあるので、ちょっとそれは近いうちやりたいですね。あとは日本語勉強と耳かきも
できてないからやってみたいんだよね。なんかね、このスポンジを取って布をかぶせたりすると結構いい音しそうなんだよね。耳かきをちょっと模索する動画はやってみたいかなと思ってる。日本語勉強もね、ひらがながまだ全部終わってないからね、やりたいんだよね。いろいろあるね。ひらがなが終わったらなんか簡単な漢字とかも勉強したいけどね。でも漢字っていっぱいあるからね、小学校1年生の漢字とかやっていこうか森とかね、火とか需要あるかなまあいいや。まあいろいろね、やってほしい動画とかあったらね、これ最近やってないけどやってよとかね、あったらね教えてください。いつもささやき、雑談の長時間ってささやきでやってるけど、地声の長時間とかも需要あるのかなってちょっと思ったんだよね。今度やってみようかな。あとは木のボールをね、前買ってやったんだけど、確かあの時地声だったからささやきバージョンもやってほしいって言ってくれた人いたなと思って最近思い出したんだよね。あれもやりたいし、ちょっとやりたい動画が多すぎて大変ですまあそんな感じでいっぱいね、最後と長い動画の最後に今後の予定を喋りがち芸人ということで、まあそんな感じで、一休憩したらまた別の動画をね撮ろうかな、撮りたいなと思ってます。では、Thank you for watching my video. Please come to my channel again. Thank you. ではご視聴くださりましてありがとうございました。よかったらね、コメントとか、ここよかったよとかね、ここよかったはないかいっぱい喋ったので、なんか記憶に残ってる話があればコメントもらえると嬉しいです。ではありがとうございました。 ASMR マニマニチャンネルでした。バイバーイ。